さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、神様に聞いた本来の自分に戻る方法ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではスピリチュアルをもっともっと理解して直感力を高めまして、そして超ミラクルな人生を引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、本来の自分っていうと何だと思いますか？ここめちゃくちゃ大切なとこなんですけども、これはですね、本来のあなた、僕たちのこの魂が持っているそのままの姿ということなんですね。この魂に戻る、魂の、素の魂に戻るということが僕たちにとってすごく大切なわけなんですね。これはなぜかというと、魂っていうのはもともとこの体の中に入る前にですね、目的を持って生まれてくるんです。こういうことをしよう、こういう経験をしよう、こういうふうに、人を助けていこうとか、そういうようなことをいろいろ考えてくるわけなんですね。で、その魂の中にはですね、そういう自分がやろうとすることに必要な、例えば知恵とかですね、技術とかエネルギーとかそういうものももともと持って生まれてくるわけなんですね。はい。ですが、これがですね、生きていると、この世の中の世界がですね、こういうふうにしなさい、ああいうふうに考えなさいとかですね、親の影響を受けてくることもありますし、またはメディアも、こんなことしちゃいけないんだよ、こんなことが必要なんだよとかって言ったりですね、自分でもやっちゃいますね。自分でも、これいけないんだろうなとか、こんなことしたらみんな迷惑かけちゃうだろうなとか、そういうことをどんどん考えてですね、この本来、自分の魂がやろうとしてきたこと、本来の魂が、私こういう人なのよっていう声をですね、どんどん聞かなくなって、全く違う人になってしまうということに、ほとんどの人がなってしまっているということなんですね。で、こういうふうにですね、魂の目的から離れていってしまうとですね、もちろん自分が行かないといけない、こうしたら自分は幸せになれるんだ、ここの道なんだよって決めてきてるのですね、そこがどんどん離れていくと、やっぱりみんな幸せじゃないな、何かが違うなっていうふうに考え続けていってしまうということなんですね。はい。これが反対にですね、自分の魂、自分自身、本来の自分のあるべき姿、魂のあるべき姿に戻っていくと、何もなくても、すごく大きなことがなくても、大きな成功がなくてもですね、幸せに感じたり、または物事が、なんか知らないけどうまくどんどん進んでいくということにつながっていったりするわけなんですね。やっぱりこちらに皆さん行ってほしいなと思うわけです。それをするためにはですね、本来の自分に戻るということが必要なんですが、そのために何が必要かというと、やっぱりこの魂、自分の魂の声を聞いて、それで動いてあげるということが大切なわけなんですね。で、よく考えていただきたいのが、この魂の中にはですね、皆さんの魂の中には実は神様が宿ってるってよく言われますよね。これは僕たちを見守ってくれてる神様という存在の人がいるわけなんですが、僕らの魂というのはこの神様も含めた宇宙のエネルギーみたいなものの分散したものがこの中に入って魂として入ってるわけなんですね。だから僕らの魂、僕らのこの魂の中には神様と同じエネルギーが宿っているということなんですね。ですからこの自分の中の神様、そして魂にですね、どんどんつながって話を聞いてあげるっていうことが大切なんです。はい。ということで今日はですね、その神様に聞いてみました。この神様にどうすれば本来の自分に戻ることができるんでしょうかということを聞きました。この本来の自分に戻る方法ですね。3つ神様が教えてくれたのをご紹介していきたいと思います。まず1つ目。一つ目ですね、他人と比べるのをやめるということです。これはね、人っていうのはですね、他人と比べるようにできているわけなんです。これはもうシステムとしてできているわけなんですね。なぜかというと、他人と比べることで、今自分がどの立ち位置にいるかということがわかるわけなんです。これはわかりやすく言うと、本当に船とかがですね、今、方位南道のところにいるとかってこうやってやったり、それで衛星で反応を見て自分がどこにいるかっていうのを分かったりします。このようにですね、自分がどこにいるかっていうのを分かるために他人と比べるようにできてるわけなんですね。ただ、人っていうのは、その他人と比べることで、自分はダメなんだとか、
考え方変えないといけないなとか、そういうふうに周りの影響を受けたりしてですね、どんどんなんか必要じゃないことをやっていっちゃったりするわけなんですね。そうすると、世の中っていうのはもともとが競争世界がいいというようになってるようなね、そういう考え方がありますので、その中でですね、なんか私はダメだな、負けた、勝ったとかっていうようなことになったりですね、みんなと同じようになってないといけないっていう何かわからないんですけど、この本来の魂とはどんどん離れていくような感じになってしまうわけなんですね。はい。これがどんどん本来の自分から離れていく、なくしていくっていうことにつながっていってるっていうことなんです。はい。ですから、他人と比べることは必要なんです。なぜなら自分がどこにいるか、今どこにいるのか、立ち位置を確認するためには必要なんですが、そこでですね、周りの人の考え方とか、全く自分のこの魂、神様の声を無視してですね、こう変えていったり、動いていったりっていうことをすると、どんどん本来の自分から離れていってしまうということですね。はい。そして二つ目はですね、直感に従うということです。これ直感っていうのは、魂が本来必要とするもの、こうでしょっていう声を聞いている気づきなわけなんですね。で、この直感っていうのは誰もがあるものなんです。魂を持ってる人だったら直感、気づいてる、気づいてないはあるんですが、直感は誰にでも来てるんです。ただですね、この直感っていうのは本当数秒で頭で考えた。直感来たけど、でもこうだよね、だよね。いや、これはいい。良くないね、とか。でもこうする方が絶対みんな求めてるよねっていう風に考えていっても数秒でこの直感というのはどっかに行っちゃって全然違う考えになっちゃう。そして僕たちはそれで行動してしまってるということなんです。でもこの直感で動くことがやっぱり本来の、自分で生きるということなんですね。だから頭で考え始めると、どんどん本来の自分の姿から離れていってしまうということなんです。はい。ですから直感を大切にして、そして直感で動いていくということを皆さんにやっていただきたいと思います。この直感っていうのは誰でもあるんですけども、やはり気づいてない人、そして分かりにくい人ってかなりいらっしゃるんですね。もし興味のある方はですね、僕もライトワーカーズラボという7ヶ月で霊性開花という学校をやっております。これでですね、きっちり自分の直感っていうものを気づいていただいてですね、そしてこの直感で動いていく。みっちり7ヶ月練習してですね、僕と、練習を訓練を重ねていくことができますので、興味ある方はそちらの方も見ていただきたいなと思います。そして3つ目。3つ目は、自分を一番に考えるということですね。これもね、すごく大切なんですが、忘れてしまう人がたくさんいらっしゃるわけなんです。これはですね、誰かのために生きようとする人がとても多いということです。僕たちはですね、いろんな人と関わって生きています。だから自分のためだけに考えて生きていくとか、そういうことはできないんです。もちろん誰かのために何かをするっていうことはすごく大切なわけなんですが、ここで必要なのは、まず最初に自分なわけです。まず最初に自分を大切に、自分を愛してあげて、満たしてあげるということが必要なわけです。ここをみんな忘れちゃうわけなんですね。これができてないのに、誰かのために、親のために、好きな人のために、または友達のためにとか言ってですね、どんどん自分を満たすこと、愛することを忘れて、他人のためにやってどんどん疲れていったりするわけなんですね。これを続けていくと、もう自分のことを全く見えないような状態になって、本来の自分というのをどんどん忘れていってしまうにつながってしまうわけなんですね。はい。ですから、誰かのために生きるなって言ってるわけじゃないです。それはめちゃくちゃ大切なことなんです。でも、この自分を一番にする、自分を愛して満たしてあげる、これができていないと、誰かのためにっていうことをやってもですね、結局自分のためにも、その人のためにもいい結果にはつながらずにですね、そしてさらに本来の自分の姿を忘れていくということにつながっていくということです。ドキッとした人もいっぱいいらっしゃると思いますが、自分を一番に考える、そんなこと、あきらくん、なんか自分のこと一番に考えてなんて言ったら、他人にわがままだとかって言われそうって思っちゃうかもしれないですが、本当はスピリチュアルの世界ではこれが一番大切だということです。はい。こういうふうにですね、自分の中にいる神様、または魂ですね、こういうものとですね、よーくつながるという意識を持って、そして声を聞いてあげるっていうことがですね、結局は、自分の本来の姿に戻っていく、本来の自分に戻るということにもつながるということですね。はい。そういうものを活かしてですね、皆さんの本来の
道を進んでいただきたいと思います。この番組でこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん直感ミラクル。これは僕の2冊目の本ですが、直感。この漢字の直感はですね、自分の魂とつながってそこから来る直感に従って生きていると人生ミラクルが起こりますよっていうことなんですが、はい。この直感をどのように鍛えていくか、またはですね、このどうやって活かしていくかというような、誰もができる4つのステップなんかに、まとめて書いてありますので、まずは、直感を高めたいなっていう方は、この本を読んでいただければいいのかなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラー届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。